はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。肉は骨に近いほどうまい。なんでかわかんないけど、なんとなく骨の近くの方が美味しそうですよね。今日は骨の近くといえばこれ、骨付きカルビを紹介します。それでは早速やっていきましょう。今回用意したのはこの骨付きカルビです。冷凍した牛のバラ肉を機械で薄くスライスをかけたものです。このタイプの骨付きカルビはコストコなんかで見かけたことある人もいるのではないでしょうか。カルビとは韓国語で肋骨を意味する言葉です。その名の通り骨の周りのお肉をカルビとして商品化しています。カルビという商品は自由度が高く、ここと決まった部位があるわけではありません。ロース部位でもお店によってはカルビとして提供する場合もあります。今の世間のイメージだと脂の乗った部位イコールカルビ、赤身イコールロースみたいなイメージもありますよね。ちなみに英語で肋骨はリブです。なのでスペアリブ、リブロース、リブフィンガーなどのリブがつく部位は肋骨近くの部位です。英語だったり韓国語だったり地域やお店で呼び方が違ったりするのでお肉ってややこしいですよね。この骨付きカルビはショートリブと呼ばれる三角バラから作られます。肋骨を横から切断するようにカットしています。もともとはこれが繋がった状態でした。このカットの仕方を LA カットと呼んでいて、名前の由来は諸説あります。LA カットはロサンゼルス発祥のカットで、ロサンゼルスには韓国人が多く住んでいて、そこのコリアンタウンでこのカットが生まれたので LA カットと呼ばれるようになった説。また、もともとアメリカでは骨付きといえば T ボーンや L ボーンなど骨がそのままついたカットが主流でしたが、コリアンタウンに住む韓国人がカルビを骨付きのまま薄くスライスしていたことから、側面カットを意味するラテラルアクシスの頭文字を取って LA カット、LA カルビと呼ぶようになった説。どちらにせよ韓国人が発祥のカット方法のようです。日本ではあまり馴染みの少ない骨付きカルビですが、海外では肉は骨に近いほどうまいと言われるように骨付きで提供されることも多いです。これは文化の違いでしょうね。今回紹介している LA カットの骨付きカルビ以外にも、骨についた部分のお肉を包丁で開いて提供するスタイルの骨付きカルビもあります。言葉だと説明がしにくいので写真を貼っておきます。お店によってはこのまま大きい状態で提供される場合もありますが、骨の間でカットして小さくして提供される場合もあります。これに関しては焼き台の大きさなどの都合もあるので、どちらでもいいと思います。大きいまま出てきた方がインパクトはありますよね。それでは味付けをしていきます。ボウルにお肉を入れて、醤油だれ、ホワイトペッパー、パプリカパウダー、ごま油を入れてよく揉み込みます。あとはお皿に盛れば完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は宝酒造の宝缶チューハイを飲んでいます。今でこそ居酒屋などでも馴染みのあるチューハイですが、元々の語源は焼酎ハイボールです。そんなチューハイを缶入りで最初に発売したのがこの宝酒造の宝缶チューハイです。1984年に発売し、焼酎ブームを背景に大ヒットしました。昔からテイストの変わらないこのシンプルなラベルのデザインも飽きが来ないですよね。アルコール度数は 8% で、通常の缶チューハイに比べるとアルコールは高めです。すっきりとしていて、どんな料理やつまみとも合わせやすそうです。あえて今だからこそこの渋い缶チューハイを飲んでいるのがかっこいいかもしれません。それでは骨付きカルビを焼いてみましょう。骨付きの肉がうまいのは骨髄が染み出るから美味しいと言われています。確かに骨の中の骨髄ってとろっとして旨味たっぷりなんですよね。そこから旨味が溶け出すというのも納得です。以前骨の料理ボーンマローもやっているので、よかったらそちらもご覧ください。焼けたので食べてみます。かなり熱いので食べるときはやけどに注意しましょう。この骨からバリバリ剥がす感触がいいですよね。野生に戻った感じがして本能的に脳みそが求めている気がします。手が汚れるのを気にせず、口が汚れるのも気にせず、人に見られていることも気にせず、全てを忘れてしゃぶりつきましょう。自分が骨付きカルビにしゃぶりついているブサイクな顔なんて誰も見ていません。カニと骨付きカルビは黙って無心で食べましょう。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。骨付きカルビいかがでしたか？バーベキューとかで焼くなら普通のお肉より骨付きの方がテンション上がりそうです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。